はい、どうも、ジャルです。今週もね、エボニープレイ配信を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今週の品書きということで、やっとスタートラインに立ちましたと。はい、いうことで、はい、タイトルにも書きましたけど、はい、この配信はですね、無課金プレイヤーの JAL が羽取りを頑張っていく物語ということで、はい、知らない人は全然わからないと思うんですけど、僕のヒーローアカデミアのね、アニメが始まるところをね、もじってるような感じで、はい、まずね、準備ができましたよみたいなところですかね。どんな準備をしてきたのかみたいなところをですね、話をしていきたいかなと思います。ということで、もともとはね、何ヶ月ぐらい前だろう。3ヶ月か4ヶ月ぐらい前にですね、もうこのタイミングだっていうのはちょっと思っていて、はい、9月のね、16日からサーバー戦争が始まると思うんですけど、はい、このタイミングには間に合わせたいなと思って、いろいろ準備を進めてきましたと。ちょうどね、私、凱旋門じゃなかった。間違えた、間違えた。はい、この歴史の歌の、なんかすげえ音してる。はい、歴史の歌のね、この、王女をレベルアップしたとか、これ見ると、この9月4日とかね、9月5日あたりがね、私ゲームを開始したんですけど、あ、どうもカムイさん、コンジャルワです。ありがとうございます。コメント。はい、ちょうど先週とかですかね、先週の配信とかがね、ちょうどゲームをスタートして1年みたいな感じで、ちょうどね、1年の節目ということで、あ、としおさんこんばんは、コメントありがとうございます。はい、ちょうど1年でキリがいいからね、ここで目指していこうかなというところで思っていて、まずね、T1 の、馬を作りたいなと思ったので、その準備ということで、やっていたのが、まず、あ、こんばんは。ですね、私の画面からは文字がちっちゃくて読めないんですけど、キリさん、かすみさん、どっちだろう。こんばんは、ありがとうございます。長谷川さんもこんじゃるは、ありがとうございます、コメント。はい。防衛艦ですね。今、防衛艦で、メインはね、ジョージ・デューイで、今、戦争中じゃないんでね、シャジャルを、みんな大好きシャジャルさんですね。はい。こんなに、こんなに通常モードでセットするのに適したね、将軍いない、シャジャルさんをセットしてますと。あ、たまみさん、こんじゃるは、どうもどうも。いつもコメントありがとうございます。はい、このジョージ・デューイさんと、ブーディカをね、防衛艦で、使うつもりですというところで、あ、かすみさんですね。すいません。文字がちっちゃくてごめんなさい。これ私の画面が、しょぼいモニター使ってるからなんですけどありがとうございます。かすみさん、ありがとうございます。はい、ブーディカさんのね、ちょっとルーンを、ちょっとね、ルーンがあんまりないんで、とりあえずね、気持ち程度に、緑色にしましたっていうのと、騎兵防御、歩兵 HP、騎兵 HP みたいなのがついてますと、ちょっとこれ意味がないんですけどね、限界突破もしてますと。で、メインの防衛艦ですね、準備していた防衛艦が、ジョージ・デューイさんですと。ということで、ジョージ・デューイさんにはね、ゴジラをつけてます。なんか、スクロールがうまく動かない。動いた。はい。ジョージ、バーニングゴジラですね。レベル10です。ちょっと品質をね、エピック、金色にしないと、レベルもうこれ以上上げられないんですけど、ちょっと他のね、真珠を上げたいから、いいのかなというところで。はい。ということで、上げられる限界、バーニングゴジラを、レベル10の、この、なんだ、オレンジ色の、品質になってますということで、中東歩兵と騎兵とかのね、バフアップとか、野党攻撃アップとか、相手の射撃兵の防御力アップダウンとか、ついてますというのと、あと、装備ですね、アケメネス装備をちゃんときっちり、つけさせて、騎兵の攻撃のね、
フラットバフとかを、先に、ね、ちゃんとつけてましたということで、はい、これね、なんちゃって、全部金ですね。はい、騎兵の攻撃3つついてて、一応歩兵の攻撃がね、なんか、黄色ついてるんですけど、これ全く意味がないですね。はい、ジェムがね、なくなったんで、ここで途中で断念したっていう赤身ですもん。でも、ね、3つ金なんで、まあ、75% ぐらい、ね、できてるでしょうと。で、鎧ですね。はい、鎧、はい、これもね、金、オレンジ、紫ということで、もう一声って感じなんですけれども、まあ、最低限ね、最低限にはなってるでしょうと。まあ、これもまあ60%ぐらいね、点数上げてもいいんじゃないかというところ、60%、75%ぐらい点数上げていいんじゃないかと。はい、で、次が足。よいしょ。はい、足ね。はい、足はね、もう金色、オレンジということで、これはもう、まあ、8割以上、80点以上、ちょっと上げていいのかな、みたいな、はい、ところですかね。はい。で、次、指輪に行きまして、指輪どうだっけ。指輪ね。はい、これもちょっと惜しい感じですね。はい、金、オレンジ、白みたいなね。はい、これも、なんちゃって感がすごい、振り分けて金3つ分みたいな、もうおよそ 75% な感じですね。はい。次、HP ね、HP これ頑張りましたね。はい。ただね、これ四天王の中でも最弱なんですよ。金色の多分ボーダーが、HP って多分1700ちょいとかなんですよね。1700超えたらとかなんで、1978が限界で見れた時の1704とかね、なんというかね、四天王の中のでも最弱みたいな、そういう感じですけど、まあ、これは80点以上上げていいでしょうと。田山さんこんばんは。コメントありがとうございます。はい。で、あとは最後ね、頭ですね。頭の HP。はい。これね。はい、これもね、ちょっとね、金と見せかけて、パーセントバフっていうね、こう残念な感じになってて、パーセントバフって、T1 には全然効かないので、まあ、これもね、70点とかそんなもんとかで、まあなんかまあ、おおよそね、75点前後は取れてるのかなというところで、ちょっとこれ以上をね、目指すのちょっと大変なので、一回ここでストップして、限界突破1で、火力は、工場壁の攻撃力と射撃、射程ボーナス、工場壁射程ボーナスということで、距離が重要かなと思って距離優先してつけてますと。で、今回挙げたのが、これですね、ルーンですね。ルーン上げました。はい。同盟総動員の機会じゃなかった、タイミングじゃなかったんですけど、いや、さすがに上げときたいなと思って、はい。先週までは緑だったんですけど、この一番左のやつが青。で、2個目のやつが、紫。ということで、はい。罠がね、罠の発動率 8% とか、はい、つけることができましたということで、そう、防衛艦が準備できましたっていうのと、あとは、属州都市の、兵隊ですね。はい、1人目、2人目、3人目、4人目。はい、全員アケメネス装備をセットできたんで、まあ、4つ、防衛艦も合わせて5つあれば、まあ最低限いいでしょうということで、ここまで揃ったので、先週までのね、資源還元イベントで、一気に兵を作りまして、はい、やっと T1 兵を、1億にしました。はい、まあ、今もね、暇さえあれば2万5000人ずつ作ってるんですけれども、はい。できればね、1億5000ぐらいは欲しいかなと思っていて、なんていうか、クエストであるじゃないですか、30万人育成しろとか、王の花道の20万人訓練しろみたいな、ああいう時にね、どんどん作ろうかなと思って今やってます。富山さん、将軍の伝道3が解放されてかなり枠が広がりましたね。雇えないけど。いや、そう、それもね、そう、
っと話していきたいんですよね。そう、将軍の伝統広がりましたね。いやー、バフ欲しいんだよな。はい、ということで、やっとね、T1 の馬を1億、揃えることができましたということで、やっとね、最低限のその防衛ができるようになったかなと。はい、合わせてですね、エレクトラ、防衛だけじゃなくて殴るところも必要かなと思っていて、エレクトラも強化してましたということで、やっと1個ね、天才ができました。はい。もうちょっと我慢できないなと思って天才にしちゃいました。はい。このね、部隊定員プラス 2% 偉すぎますよね。はい。先週まではグランドマスターだったんですけど、天才にして、部隊定員がプラス 2% つきましたということで、はい。先週は、今日までのか、バーブのね、攻略の時には必ずエレクトラを出して、部隊定員をね、フルフルで入るようにしてましたね。はい。このルーンの力のおかげで部隊定員プラス 6%、工場兵器と射撃の攻撃力 10% ということで、はい、偉いですね。はい、戦力も、5.9 まで来ましたね。はい、なんだっけな、3週間ぐらい前までは、5.9 あれば、その、ランキング将軍ランキングに入れそうだったんですけど、今ちょっとね、ボーダーが上がっちゃいましたね。6.1 まで。もう、ちょっと経つと、すぐに、ランキングが変動する。なかなか大変。まあ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 、そんなところでね、ひとまず、まあ、最低限の準備ができたなというところで、最低限の殴る力もできたかなというところで、あとは、やってないことというか、やらなきゃいけないこと、直前に、そう、SVS で、多分防衛で、狙っていくことにはなると思うんですよ、基本的には。はい。防衛で狙っていくことになると思ってるので、今、アラビア、再試ボーナスが欲しくて、アラビアにしてるんですけれども、ロシアに、する予定ですと。はい。まあ、ロシアのね、この文明の特色というよりは、属州都市だ。はい。属州都市ね、今、私の通常の属州都市、エピックになっているので、これがね、ロシアにすると、よいしょ。ヨーロッパではなくて、ロシアにすると、はい。都市内での攻撃力プラス 10% ということで、防御力が上がるんですよね。防御時の攻撃力が 10% 上がりますし、罠の攻撃力がプラス 15% になるということで、都合がいいので、そう、ロシアにしていこうっていうのと、今ね、ちょうど罠の消費還元が来ているので、ここか。はい、罠ね、今作ってます。まあ、上限、46万4000の今43万4000ということで、消費還元とね、この消費還元イベントと合わせて罠のスピードアップ使いつつ、罠を今増やしてるっていう状況ですと。というので、直前でロシアに変える予定ですっていうのと、あとは、今週末のね、土日、技量も変える予定ですということで、今はね、その再試リワードとか、資源箱のクリティカルとかが入ってるんですけど、この2個目ではね、もう戦争用にしてありまして、行軍速度とか、あとこの属州都市の攻撃ですね。はい。これ属州都市を参戦させて、アタックすると属州都市1個につきプラス 4% ということで、私属州都市8個あるので、まあ、32% ね、火力にバフがつきますということなので、はい、つけない手はないので、これをつけますと。でね、本当はね、36、君主レベル36にしたかったんですけど、間に合わなかったですね。てか、多分あとね、1ヶ月ぐらいかかるんですけど、はい。もしね、君主レベルを36にしてたら、この都市の防衛軍の攻撃力アップのこのね、バフもつけられたのになというところで、ちょっと間に合わなかったですね。はい。なんていうか、1回でね、SVS、その跳ね取りができるとは思ってはいないので、もしそうなったら最高ですけど、なかなかね、そう簡単じゃないと思ってるので、今週ダメだったら、
次のね、2週間後までには気合い入れて、君主レベルを36にして、各ね、将軍とか、技量を上げていこうと思ってます。もうね、主要な将軍はもう経験値マックスなんですよね。やっぱ使ってるとすぐマックスになるので、はい、もう早くレベル上げたくてしょうがないですね。富山さん、サーバー戦争時に射撃の攻撃が上がる将軍とかニッチすぎます。ニッチすぎる。それなんだっけ、あ、なんか信長ってコメント来てますね。そう、バフもね、美術品バフ。これなんかね、映ってないんですけど、この4つね、新しいバフが増えましたということで、これさ、めちゃくちゃ欲しいですよね。駐屯歩兵射撃の防御と攻撃が上がるっていうね、めちゃくちゃいいバフがついて、で、解放条件がこの4つなんですけど、これが結局ね、将軍の伝道3つ目ですね。ここの4つを、全部解放すると。でもね、これ全部解放するのに、そもそも美術館のレベル35にする必要があるので、ちょっと大変なんですけど、今話してたのは、信長とか、率いる歩兵の攻撃力が35%アップするとか、なんでこれここに来てここにあるんだろう。どういうことなんだよ。そう、スレイマンも同じこと思ったんだよな。スレイマンとか、なんか別に強くなくないか？なんでここにいるんだ？いや、こいつもそうなんだよな。こいつ、なんか、ティーチとかはね、めちゃくちゃ強いからいいと思うんですけど、ブーディカもね、今までいなかったのが不思議だから、ヒミッコ、とか、はい。ヤドビカはね、なんかまあまあっぽいですけど、イザベル、はい、新しくね、そう増えた将軍の伝道さん、私、いくつか持ってたんで嬉しいんですけれども、結局ね、なかなか揃わないんで、あんまり効かなそうで、そう、この辺のね、バフをね、なんとかしたいんですよね。この敗北なしの女将軍はね、揃ったんですけど、結局、レベル35になってないんで無理でして、はい、あと、将軍の伝道1。伝道1。はい、これがね、リーチだらけだったんですけど、やっとね、かすみさん、ここでまた酒場を大量に回さないといけないのだるい。ほんとそう。ほんとそう。私これまで酒場回してなかったんですけど、さすがにそろそろ回そうかなっていう。この辺は酒場から出る将軍ですもんね。あ、こいつは酒場から出ないや。あ、酒場から出ないや。いや、酒場から出ない将軍もいるのかよ。勘弁してくれよ。酒場から出るならまだ期待が。あ、こいつ、こいつすげえ格好してる。ラムセス2世。やば。いいね。いいデザインしてますね。ラムセス2世。そう。将軍の殿堂1のために、ちょっと、そう、ちょうどね、そう、酒場を回そうかなって思ってたんですよね。この前ね、ちょっと回して、初めてね、将軍の殿堂1で横一列揃ったんですよ。天才指揮官。はい、これザムディンみたいな人ですね。サラディン。はい。こいつをゲットして、やっとね、一列揃うことができました。はい。ここの宝箱を開けたの初です。はい。そう、この辺はね、なんだここまでかな ?34、35。でも私そもそも美術館レベル32だからな。美術館のレベルも上げないといけないし、なかなか大変で。でも、そのバフがね、可能な限り、この辺のバフを取っていきたいので、全兵士の攻撃力 10%、敵兵の防御力、攻撃力マイナス 10% とかね、絶対強いですもんね。はい。なんとかアンロックを増やしていきたいので、そろそろ将軍もね、意識していきたいなって感じですね。ゆうさん、コンジャルはです。酒場もぼちぼち回してますが、今日から激得イベントの将軍を交換で受け取るのはどうですか？あ、そう、
コメントありがとうございます。そう、このね、激特イベントでその将軍の招待状319来ましたね。リーチになってる時に、ビンゴするためだったら引いていいかなって私は思ってまして、ただ、このナール、カンウとか、ね、あんまりリーチに関わってないと、ヒミコとね、ティーチ私持ってるんで、ここの交換は使わなそうで、こっちですよね。こっちの将軍の伝道3引き換え書と将軍の伝道2名称引き換え書。はい。これに向けてね、私今貯めてますね。たださ、このさ、将軍の伝道さんって、なんというか、外れもいるよな。酒場から、将軍の伝道にって基本的になんか酒場から出ない将軍ばっかりだった気がしたので、こっちはなんていうか、貯めて、しっかり、使う価値があるかなと思うんですけど、これ、将軍の伝道さん交換、500も使って交換して、ねえ、卑弥呼とか、遺跡で出るブーティガとか出たら、ちょっとこれ、目も当てられないんだけどなっていう。なんか、この辺ね、ちょっとバランス難しいですよね。はい、ということで、これはね、皆さん、お手持ちのね、ラインナップと相談して交換してもらうのがいいのかな、みたいに思ってますね。ただ、なんかさ、安くしてほしいですよね。将軍の伝道1、250。次から、2倍の500ってちょっとえぐいですよね。はい。なんか、毎回この激特イベントって7日間開催なので、77しかたまんないんですよね。77しかたまんないから、500で交換すると7日、7回か、7週間来ないといけないっていうね、なかなか7週間じゃないんだよな、これ、なんか2週間に1回とか来るんで、そう、全然ね、交換できないんですよね。私最後に交換したのだいぶ前なんだよなっていう。はい。まあまあ、そろそろね、追加バフのために、酒場を回し始めようかなとは思っているので、はい、この辺のところをね、ビンゴにしていきたいなっていう感じです。まあ、そのためにはね、美術館のレベルを34にしなきゃいけないんですけど。はい。あとはバフ系のところ、なんだっけ、なんかバフの話ちょっとしようかなと思ったんだけど、なんだっけな。そうだ。真珠だ。真珠がね、ライチョウをね、無事アンロックできたんですけども、いやー、経験値が足らんですね。ちょっとオークションをね、そのジェムの消費還元中だったんで、オークションでこの5系真珠エキスポをね、買ったりとかしてたんですけど、いやー、それでもなんか全然たまらず、大変ですね。今、ライチョウがレベル5ということで、早くね、レベル10にしたい感じがします。富山さん、今回メータ500円貯まりましたけど、将軍の伝道さん2と交換しましたが微妙でした。いや、そうなんですよね。そう、ガチャはそれがあるから怖いんだよな。なんか、かぶってるのとか当たったら、なんか、へこむし、確定でね、交換できるといいですよね。レオニダスが消えている。なんかそう、レオニダス私も交換してないうちになくなっちゃいました、これ。その、ラインナップから消えることも考えると、なんていうか、1個だけでも欲しいってやつは交換した方がいいのかなっていうのはちょっとね、思いましたね。これ、ナールとカンウ。ナールとカンウってそもそもなんかどんな能力なんだろう。獣ですかね。部隊を率いて攻撃するときに、歩兵時計の攻撃が15%アップし、射撃の攻撃が35%アップする。弱くないかな。はい、使わなそうですね。はい。関羽、部隊を率いて攻撃するときに歩兵の攻撃が30%アップし、歩兵時計の HP20% アップします。これも旧世代の能力じゃないかな。なぜ今これに400かけんのやだな。やっぱりビンゴになるとき以外は引く気がしないな。なるほど。なるほど。まだレオニダスの方が良かったよな。レオニダスってなんか防衛官でしたよね。歩兵の防衛官でしたっけ？レオニダスここにいたかな？ここにいたのに交換できなかったとしたら悲しいな。いたわ。
はい、レオニダス1世、これね、交換、まあ今までいたのに交換できないまま消えちゃいましたね。はい、使徒の防衛艦務めてる場合に中東歩兵の語彙力と HP が30%アップし、中東射撃兵の語彙力が25%アップした。こいつは結構強いですね。偉い。ナールは酒場で出てたような、今は出なくなったのかな。ナール、酒場出ますね。で、一時的に出ませんって書いてないから、出ますね。いや、酒場に出るやつ、ここにいるのちょっとどうなの？むしろ将軍の殿堂にのやつを酒場に出るようにしてほしいな。まあ、きっとね、時間が経てば出るようになるのかなとは思うので、ちょっと気長に待つかなっていう感じがしますけれども。私が今欲しいのは、彼女です、彼女。ドアップな彼女。はい。生体号さんが欲しいですね。としおさん、ガウガメラ初参加なのですが、弱い人ができることってモンハンくらいですか？仕様がわからなくて。ですね、ガウガメラは、ガウガメラに限らないんですけど、これね、ポイントがですね、めちゃんこ少ないんですよ。ボス、倒しても倒しても、なんていうか、リワードあ、個人スコア1800まで増えてんじゃん。すげえ。素晴らしい。はい、脱線しちゃった。はい、リワードがね、最低、250できれば、500以上、それどころか、基本的にはね、1800以上を目指して戦います。昔は、1200までだったのに、今、増えましたね。1200の1段階上、1800が出たみたいですけれども、そう、基本的には、この個人スコアを、狙うのが基本になると思うんですよ。で、弱くてもですね、私も別に PVP 強くないんですけれども、ここからだと見れないんですけれども、ここに、書かれている通り、この時空の扉とか、野戦病院、祝福の塔、進軍の塔っていう、なんていうか、建物ですね。通常マップにある社みたいな感じで、その建物に、建物を占拠すると、持ってる間ですね、ポイントが手に入るんですよ。はい、この占領状態が1分間続くと16ポイントを得ることができますって。なので、これが仮にね、攻撃をされて、部隊が空になっても、T1 の兵1体とかでもう占領できるんですよ。なので、もうひたすら持ちつけをする。多分相手も狙ってくるんで、取って取られて、取って取られて、取って取られてを、繰り返して、運が良ければ、ポイントを得るっていうのが基本になるかなと思います。2時間あるんですけど、正直、モンスター、この、仮にね、イフリートを倒してたとしても、構え出しても多分そんないないんで、イフリートを倒しても5スコアしか手に入らなくて、500ポイントを目指すと 100体倒さなきゃいけないんですよね。ちょっとスタミナが足らないんで、はい、これね、めちゃくちゃ大変なんで、モンハンよりは、基本的には、この時空の扉とか、祝福の塔あたりを、狙って、占領しまくるのがいいかなと思います。あとは、味方が占領してくれたこの塔とかに、兵1とかを出して送っとくと、ちょっとポイントがもらえるんですよ。はい。とかで、ポイントを稼ぐのいいのかなと。もちろんね、余力があるんだったら、モンスターを倒すと、ちりつもだとは思うんですけれども、なかなか大変なので、はい、一番いいのはね、この時空の扉ですね、ワープゲートみたいなやつがあるんで、これをね、しっかりね、占領するのがいいと思います。はい、この時空の扉をね、相手に占領されまくってると、テレポができなくなるんで、こいつ重要な施設なんで。はい。あとは、運です。相手が、たくさん来るとか、めちゃくちゃ強いとかなったら勝ちようがなかったりするので、はい。ただね、なんていうか、その PVP に自信がなければないほど、実は、ガウガメラよりコンスタの方がおすすめですね。
コンスタってモンスターが出ない代わりに、コンスタの方もリワード1800まで増えてる。素晴らしい。はい。コンスタは、モンスターが出ない代わりに、この結晶鉱山とか、騎士の大広間とか、なんていうか、その、オブジェクト、建物が増えてるんですよね。その、ポイントを取る機械みたいなのが、めちゃくちゃ増えてるんで、はい。基本的には、モンスターを倒すより、こういう建物を占領して、時間経過でもらうポイントの方が重要です。なので、もう本当にね、弱い人ほどもう一番最初に参加して、ワープして、こういう結晶鉱山とかを複数取る。で、運良ければ見逃されるんで、はい、しばらく取ったままで放置されて、ポイントがたくさん手に入るっていうのがね、全然あるんで、はい、時間通りに参加して、建物を占領しまくるっていうのが、私は基本的にね、そういうやり方をしてますかね。はい。強くなってから貢献しましょうっていう。はい。はい。塔だったり、時空の扉だったりをね、占領してもらうのいいと思います。出勤時間と丸変わり。8時、10時かきついっすね。はい、4時起きとかじゃないくてマシだと思いながらだ。頑張ってください。富山さん、コンスタのアルティメットウォーの特徴って何ですかわからなくて。はい、ですね、これコンスタは、あれですよ。コンスタンティノーブルの戦い自体は通常通りです。ルールに変わりはないんですけど、このアルティメットウォーっていうこのね、帯がついてるときは、オールスター戦っていう、この前シャロンがあったと思うんですけど、このカタルームの戦い、シャロンと言われるカタルームの戦いあったんですけど、これ今、またオールスターっていうのが増えていて、はい、このランキングごとにですね、分かれて、その強い人たちで、追加の対戦、この前のシャロンの準決決勝みたいな感じでやったみたいな感じで、このアルティメットウォーがついてる時の戦績、こっから4週間ですかね。はい。今週から数えて、この4回のコンスタの、成績に応じてランキングが決まって、そのランキング上位が、そのエクストララウンドに進めますよっていう、その印ですね。はい。ちょうどね、今日ね、メール来てたと思います。メールのお知らせですね。これ。はい。オールスターシーズン11がまもなく開催ということで、今日ちょうど来てたんですけれども、はい。じゃあこれはあれだ。オールスターに出れると、特別なドラゴンをアンロックできる機会があるから、みんな頑張れって書いてあります。はい。この辺のね、ドラゴンはね、強者の証だと思います。はい。これですね。オールスター開催のお知らせっていうメールが多分来てたと思うんですけども、はい、9月16日、今週土曜から、5つの大陸に分かれて、5つの大陸って言われてるのが、いわゆるそのサーバーの番号みたいな感じですよね。はい、強弱違ったり、そもそもスキルが違ったりとかするんで、分割されますと。はい、で、その中で、トップ1200に、参加、トップ1200ぐらいまでね、はい、入ると、ちょっといろいろな参加資格をもらえるよみたいに書かれてるので、なんというか、ガチ勢が頑張るタイミングですね。はい、触りましたがね、はい、なんというか、皆さんがそのどれほどの強者の方なのかちょっとわからないんですけれども、私は一般ピーポーなんで、無課金一般ピーポーなんで、さすがにね、こんな全サーバーで1200円なんて入れるわけないやと思って、ベッティングコイン嬉しいな、わーいって思ってます。はい、知り合いの方はね、強い方がいっぱいいるので、頑張ってほしいなと、はい、思ってます。個人的には関係ないけれども、はい、知ってる方が頑張っていただくといいなと思ってるような感じですかね。はい、うちの同盟からもね、2人、前回オールスターに、参加してたんで、はい、このアルティメットワーの多いは、そういうガチ勢がね、頑張るタイミングという
ことですね。これがね、この帯、このアルティメットウォーみたいな帯が、サーバー戦争のところにね、ついてるとね、ちょっと喜ぶんですけどね。はい、私もこの1年やってて1回だけ見たことあるんですけど、このアルティメットワーっていう帯がサーバー戦争のところに帯がこうやってついてるときには、羽がね、5位までじゃなくて10位まで、枠が広がるっていうタイミングなので、はい。今回はどうなんだろうな。これは前回のスコアだ。はい。ちょっと今回はどうなるのかよくわからないですね。はい。ちなみに今回の、私のサーバーの、サーバー戦争のお相手は、1032サーバーさんです。私は1186ということなので、150も上ですね。ということで、格上ですね。150っていうと、どんぐらいなんだろうな。半年ぐらい先に行ってるんですかね。はい。ゴーストタウンということで。で、そのサーバー戦争があるじゃないですか。サーバー戦争があるので、ちょっとね、ブックマークの整理を行いました。はい。これまで、あの、ブックマークに、この紫色の友達を使って過去のピラミッドレベル5が出たところをバババババーってブックマーク残してたんですけど、もうおおよそわかるんですよ。だいたいピラミッドどこに出やすいっていうのがもう覚えちゃったんで、別にもうブックマーク機能してないなと、意味がねえなと、はい、思いまして、ブックマークを全部整理して、友達に、1032のサーバーの人をめちゃくちゃ突っ込みました。はい。はい、友達とは一体。ということで、はい。まあ、昨日ね、バーブ中だったと思うんで、マップをね、索敵して見つけたところをブックマークしたんで、もうすでにそこにいなかったりとかするんですけどね。はい。おおよその分布がこんな感じになってましたね。はい。これ、レベル34以上だったかな。計34以上の、方にね、ひたすらブックマークをつけた感じになっていて、はい、レベル3、計36とか、そうもうね、36、37だからめっちゃいたんだよな。うわ、38もそう、いるんですよ。ということでね、はい、ここにも38いますね。はい、めちゃくちゃ、格上なんで、はい、たった1億を用意した程度じゃ、吹き飛ばされちゃうかもなとは思っているんですけれども、はい、まあ、やれるね、準備はね、した方がいいので、はい。あとは、ここ、KFC さんですね。KFC さん。はい。KFC さんは、まあ、35、34ですね。はい。35だったらまだ。35だったらまだ。もう37とか多分厳しい気がするんだよな。はい。ここね、嵐クラブさん。ここ、なんですかね。二宮さんが好きですかね。はい、嵐クラブさんは、日本人の同盟っぽいですね。はい。この辺、この辺の同盟は、まあなんとかレベル35なんで同じぐらいな気がする。月見さん、一番怖い人がバトルフィールドに行っているタイミングでコメントられてたと思います。そうですね。そうなんですよ。そう。土曜日はコンスタがあるんで、ちゃんとこのハイブとかをチェックしてるとね、赤バブルになってる時があると思うので、赤バブルになってる時ってもう絶対にね、2時間いないんで、はい、そういうタイミングを狙ってね、飛びたいなと思ってます。はい、来た、ここ。はい、707さん来てますね、これ。これね、スロット外してるっぽいような、同盟のタグなのに、はい、この前のシャロン上位勢ですね。はい、ちょっと、やばいことになってます。ここが本当にやばくて、そう、37、38のオンパレードだった気がするんですよね。はい、まずね、城がでかい。でかい城ばっかなんですよ、これ。もう37、37。39もいるよ。38。はい。これね、7073が、コンスタに行ってるときは、狙い目です。7073がコンスタに行ってないタイミングでは、ちょっとあんまりこっちのサーバー飛びたくないな、みたいに
少なくとも一人で行ったらボコられるだけだなみたいにちょっとね、思ってますね。はい。もうさ、この巨大な人とか、ここで撮ってると、なんか全然、端っこに追い出されちゃってる人いるけど、いいんですかね。でも、でかい人多いからしょうがないのかな。はい。ちょっとね、やばそうです。はい。今回のサバ戦、ね、格上だったんで、めっちゃきそうだなって思ってます。はい、ちょっとね、羽取りもね、なるべくというか、そう、ポジティブで狙いたいので、ちょっとね、今回ね、きつそうだなみたいにね、思ってますよね。はい、あとこっちの同盟さんとかは、まあ、もう普通な、心安らぎますね。もう同じぐらいなんで、頑張れそうな気がするんですけど、ちょっとさっきのはね、もう見たくない。七村さん、ちょっと見たくない感じがしますね。もう、この辺も、もちろん強いんですけど、35、30じゃないって強いんですけど、さっきの38マッチで見たら、いや、でもダメだ。でかいのがいる。いやー、もうこの辺ね、ちょっと、正直、どうなるかっていう感じですね。わからないですね。はい。まあ、ということで、相手がね、めちゃくちゃ強いので、ちょっとどうなるかわからないんですけれども、まあ、運よくね、戦えたらいいかなと思っています。まあ、少なくともね、肌味にだけはしないようになんとか頑張っていきたいなというところですね。としおさん、サーバー戦争は社を取りに行くやつですか？ですね、私は多分、社は、なんていうか、社でポイントを欲しくて、狙いはしないかもしれないですね。敵に攻撃してもらうために、社にちょっかい出して、ただ、一人で行くとボコられるだけなので、多分、同盟のね、仲間にお願いして一緒に来てほしいですと。強い人と、一緒に行かせてもらって、強い人に援軍もらって、まあ、そこで、ちょっと介護してもらいながら、バブルオチを探して狙ったりだとか、お気持ち程度にポイントをゲットしたりっていう感じになるかなって思ってます。はい、でもね、社ね、全然ポイント入んないんですよ。サーバー戦争の社って。城はまあ入るんですけど、サーバー戦争のこのスコア獲得の、ここ。はい、敵サーバーの、社を1秒間占領。1秒占領して、2000ポイントしか手に入らないんで、まあ、なんか全然手に入んないです。バーブとかをね、やってると感覚わかると思うんですけど、レベル4の、68メガ入るバーブとかの、で、あれが多分3900、3800ぐらい手に入ると思うんですけど、あれで、確か25分で、違う、20分か。20分で4メガいくかどうかでしょ？うん。社を占領しても多分、すごい頑張って、1時間とか占領しても、4メガ入るか5メガ入るかって感じっぽい気がするんですよね。ちゃんと計算してないんですけど。はい。なんか55メガでこの2000ポイント入るっていうのはもう分かってるんですけど、なかなかね、これじゃ、ポイント手に入らないんで、ポイントを稼ぐというよりは、戦争をするためにですね、ちょっかいを出してもらう、出し合うためにやるかなと思ってます。はい。なので、正直、相手のサーバーが格上なので、いくらその強い人と一緒に行ったとしても、なんか全員やられて帰ってきましたってなると、ちょっとあんまりね、なんていうか、サーバー戦争全体に貢献できない、悪い方向に行っちゃいそうなので、なんか今回、なんか社行かなそうな気がしてますね、ちょっと。はい。ちょっとね、そこのね、戦略も考えたいなとは思ってるんですよね。はい、かすみさん、社は絶好の釣り場。そうなんです。そう。釣り場だと思うんですよね、私も。はい。で、まあ、逆にね、うちの社は多分攻め込まれる可能性が高いと思うんですよね。相手の方が強いんで。相手の人たちが多分退去して向かってくるかもしれないんで、そこをうまくどうやって戦うのかっていうところかなと思いつつってところですかね。はい。自分のサーバーね、戦う分にはバブルが張れるので、多少ね、
有利なので、そこでうまく戦えたらいいのかなっていう感じですかね。まあ、ちょっと、まあ、なってみないとわからないんですけれども、まあ、少なくとも相手の方がね、やっぱり、古いサーバーで、基本的にはやっぱ強いので、うちは攻め込まれる立場なんじゃないかなと思ってますね。はい、ということで、はい。一応悩んでいるのは、なんというか、最初のうちが一番わからん殺しができるじゃないですか。途中、もう、サーバー戦争も途中以降になると、もう情報が出回っちゃって、こいつは T1 持ってるぞとか、そういう情報出回っちゃうんで、わからん殺し狙えるのは最初の方じゃないですか。だから最初の方とかに、ピラミッドして寝落ちしちゃったのかな的な感じを装って、もうこの社のちょっと離れた場所、社のちょっと離れた、なんか索敵で引っかかりそうなこういうところとかに一人いて、全然いるんですよ。いるんですけど、わざとね、こういう、もういらっしゃらない場所に、宣戦布告かけて、バブルわざと落として、見つけてもらって殴ってもらうみたいなね、そういう、わからん殺して、防衛ゲットを狙うっていうね、そういうギャンブルもありなのだろうかみたいなので、ちょっと思ったりしてますよね。はい、バフが1500までならギリ耐えれると思うんですよ。ただ1700とかを超えてくるともう絶対厳しいので、計37とかに引っかかるとね、ちょっと厳しいんですよね。ふかさん、占領終わった社でもポイント稼げるので、あとちょっとポイント足りない時とかですかね。そうですね、そう、あともう一押し。多分ね、直前、月曜日の朝とか、月曜日の朝とかの、もうあとちょっとっていうあとちょっと、あと数ポイントで勝ってるかもしれないっていう時にね、行くのはいいですよね。はい。その場合は、なんていうか、攻撃されてやられるかもしれないけれども、それと同時に相手の兵も殺せばポイントも稼げるので、はい、最後のダメ押しの社はありますよね。はい。そんなところで、そう、ちょっとね、戦争どう進めるか。1日目は多分、わからん殺しの、防御で稼ぐのがやれたらいいなと。まあ、ただちょっとね、500目があるので警戒されるかなと思うので、どこまで有効かどうかわからないんですけれども。としょうさん、サーバーセンサーは今週初めての初サバなもので、初心者の質問すみません。あ、初めてなんですね。じゃあだいぶお若いサーバーですね。1200台ですね。いやいやいや、質問ありがとうございます。というよりよく、始めたばかりで、こちらをこの、YouTube を見つけてくださいまして、ありがとうございます。はい。いや、大丈夫です。私が答えられなくてもね、有識者の方がいっぱいいらっしゃるんで、答えてくれると思います。かすみさん、相手が戦意喪失したときは社でしか稼げないけれど。いや、そうですよね。そう、なんかあまりにも乖離があると、なんか戦っても無駄だから、もう3日間バブル張ろうってなっちゃったりするので、そうするとね、もう社で稼ぐしかなくなっちゃいますよね。はい、ちょっとね、どうなるのかな。まあ、うちのサーバーは、どうだろうな。玉砕とかで最後まで頑張りそうな気がするな。東証さん、サーバー1436です。おお、私の250後だ。1186だもんな、私。すごい。もうそんなサーバーできてるんですね。1436、1年で、200ちょいできるんだ。そんなにサーバーってできるんだな。すげえ、エボニーさん儲かってんな。はい、なるほど。それは、サーバー戦争は、人によって、なんていうか、好き嫌いが激しく分かれるコンテンツかなと思うんですけど、私は、戦争ゲーム好きなので、楽しみにしてます。はい、むしろ、どんどん強くしたいんですけど、
羽取りという条件を考えると、あんまりね、むやみに兵を増やせなくて、今ね、この状態なので、早くね、羽取りして解放されたいんですよね。ヒカさん、550M か、私は偵察しますが、ちょうどナイプで来てくれそうないい感じのサイズですね。そうなんですよ。最低ラインやっぱ550以下かなと思っていて、多分ね、K34 にしては低いんですよ。かといって、ガリガリではないから、ポイント取れそうな雰囲気は出てるんですよ。っていうね、T1 を作ってなければ美味しい的だし、作っててもそんな強くないんじゃないかなって思ってもらえるギリギリ、600を超えたらダメかなとは思っていて、はい、なんとかね、600を超えないように調整していて、なんとかやりました。月見さん、敏夫さん、とにかく3日はるんで、そうですね、全滅しないの大事です。はい、そう、敏夫さん、ほんとね、なんていうか、サーバー戦争で全損すると、なんかめっちゃバッシングされるんで気をつけてください。なんていうか、結構ね、海外勢の方は容赦なく、バッシングしてくれるので、とりあえず、100破する気でないく、安全にやり過ごしたいぜっていう場合には、24時間使ってる場合じゃないです。もうちょっとジェムを払ってでも、このね、3日間の停戦協定をお勧めします。はい、何時間後にログインすればいいやと思っててね、もう忘れたり、寝落ちしたりね、事故が多発するゲームなので、もう最初から悩まない3日間の停戦協定おすすめですね。はい、雰囲気を見るっていうのがね、いいかなと思いますね。はい、ちなみにこの 557M に、抑えた、その罠はしっかり作ったんですよ、結構。これからも作る予定なんですけど、罠はそのしっかり作った上で、戦力を抑えたのはこれですね。はい。18万7600中の18万7600ということで、騎兵を大量に送り込みました。はい。離脱兵ですね。はい。むしろね、勢い余ってちょっと、むやみに送りすぎたんですけれども、はい。とりあえず、やっぱりね、戦争、PVP であまり活躍しないけれども、その除隊はもったいない。けれども、資源が足らなくてアップグレードもしきれないみたいな、こういうね、T12 の騎兵だったり、T13 の騎兵を、離脱兵として女神像に送り込んだ。プラス、あとはね、病院ですね。今、病院に、この王朝の騎兵とか、ラクダ騎兵、三日月の騎兵ということで、T13、12、11の騎兵を送り込んでいますということで、これでね、戦力をかなりガクンと減らしました。はい。なので、こいつら多分全員作ると多分600超えちゃうかなって感じなんですけど、はい。こういうね、小細工をして、いや、ちょうどね、バーブの期間だったから良かったですね。バーブ中は、なんていうか、ただで損失を出せるので、わざとね、ここで殺して、ここに埋め込んでます。月見さん、私も550良いと思います。中身バッチリだから1億でも防衛期待できそうなドキドキ。ありがとうございます。どうでしょうね。一応ですね、いろんなロゴを参考に作ったんですけど、ちょっとね、T13 の工場兵器をもっと作りたかったんですけど、まだ作れてなくて、はい、ちょっとね、岩がね、ちょっと心もとなくなっちゃって作れなかったんですよね。なんとか。どれぐらい稼げるか。とりあえずね、最初のログがね、楽しみです。本当ならガウガメラとかで、明日ガウガメラあるじゃないですか。やりたいとこなんですけど、なんか病院にいっぱいいるんでガウガメラ出れないんですよねちょっと、ガウガメラは参加できないので、ちょっと、実戦でね、確認することになるので。まあ、ただ、もう過去にね、なんていうか、防衛は確認をしていて、T1 が4000万の時点でも、この 1.2B の方に対して、こちらマイナス 52.8M、相手損失 124.6M ということで、バフがね、
この方はそんなに高くはなくて1269だったので、この方であればね、ポジティブポイント取れていたので、こういう戦いであれば、うまくいけるのかなと。はい、これもね、1000万 T1 があったらもっと余裕だったのかなと思いますし、はい。この時よりはね、だいぶ強化してるので、ちょっと楽しみですかね。としおさん、気をつけます。この間のキーで24時間バトルしたと思ったらね、って寝たら 8H バブルで朝起きたら燃えてましたので、いや、そういうゲームなんですよ。ね、いや、あるあるだと思います。僕も、やったことあります。ピラミッド、ピラミッドをやってたら、あの、昼イベント中のピラミッドやってて寝落ちしてて、ピラミッド中だから寝ないぜって思ってたのに寝落ちしてまして、はい、起きたら燃えてました。はい、一回ね、誰もがそのゼロになるのをね、経験してもうするもんかってやって繰り返すゲームなんで。はい。ヒカさん、敵が30、計38までなら1億でいけそうな気がする。ありがとうございます。ちょっと、はい、とりあえずね、今週、ちょっとどうなるか。あまりに、あまりにネガティブポイントが増えたら、ちょっとやめようと。もう迷惑がかかるからやめようって諦めます。でも、ポジティブポイントでいる限りは、なるべくね、戦い続けて、ポイントをね、ランキングを狙っていきたいかなと思います。一応、ボーダー的には800メガですかね。800メガを取れると、まあ、上位には組み込めそうな感じがしますね。だいぶ厳しいですが、まあ、相手がね、めちゃくちゃ強いんで、なんというか、めちゃくちゃやられるかもしれないけど、ポイント的にはね、たくさん稼ぐ可能性がある状況ではあるかなとは思っています。はい、私ね、スコアの、リワード、サーバー戦争リワードがまだ、シルバーまでしか多分取ったことがないので、初のね、ゴールド3を目指して頑張っていきたいなという感じです。はい。540がね、取れたら、だいぶちょっとね、前回なら近い。ただね、前回ね、サーバー1217で、うちより若いサーバーだったので、それこそね、そんなに育ちきってない方とかが結構多かったりとかしたのもあって、だからポイントがね、全体的に少なかったはずなんですよね。で今回は、ポイント、その、バチバチにやると、すごいポイント合戦になりそうな気がして、みんな 1B 超えてくるのかなっていうのはね、ちょっと心配してますね。はい、最低でも 800M はめるぐらいじゃないと厳しいんだろうなっていうふうに今考えてます。はい。で、あとはなんだっけということで、そう、準備はね、将軍や属州都市装備だけじゃなくて、兵隊の準備みたいなところも進めましたというところでしたと。で、あとはですね、はい、今ちょっと、スケジュール予想を出したんですけれども、今週というより、木曜までかなが、戦術の巻物の、消費還元ですね。計36以上じゃないと全く意味がない戦術研究の、消費還元中なんですけど、金曜日からですね、金曜日のリセット後から、クラフト、装備製造の、消費還元がやってきますということで、最後ね、駆け込みで作れるんですよ、装備を。ということで、ちょっとね、今ね、装備貯めてるんです。素材どころか、いろんなリワードを開けずに貯めてたんで、ちょっとこれをね、開けて、ドラゴンの鱗が、130集まるかためにチャレンジ。130あれば、アケメネスセットが1セット完成します。で170あれば、さらに射撃兵のデバフを追加できますっていうね、これをね、ちょっとやっていこうかなと思いまして、宝箱開け祭りをね、ここからしていこうかなと思います。あ、でもちょっとそろそろ、うちのサーバーの火曜日がね、バイキングイベントの、バイキングチャレンジの日なので、そろそろもしかしたらバイキングが来るかもしれないんで、ちょっとバイキング気にしながら見ていこうと思います。あ、そういえば、これDSN チャンネルさんがね、先週の土日に
シャロン、カタラヌームの戦いの、配信をね、されていたんですけども、そのリワード今日届きましたね。5K ジェム5ってやばいですよね。はい、本当に、あのダーマスさん、DSN チャンネルの、配信者さん、ダーマスさんがね、皆さんのアイデアを打ち込んでくださったおかげで、私なんかね、遅刻して参加したのにアイデアを打ってくださいまして、本当にありがとうございます。大量にリワードいただきました。ちょっと有効活用させていただきます。もうこの 5K ジェムかけ5、嬉しすぎますね。このルーンストーンとかさ、なんか、なんていうか、もうちょっと価値安そうなのに、なんか、数感が合ってない感じがしちゃうのはどういうことなんだろう。5K ジェム5って、えはい、これをね、改めてDSN チャンネルさん、本当にありがとうございますというところをね、この場を持って言わせていただきますと。ヒカさん、そうだ、超お得な育成どないなっとんねん。いや、本当に。いや、そうだ、もうね、スルーされましたよ、やっぱり。もう絶対ね、先週の金曜来ないと思ってましたもん。はい、超お得な育成来なかった。なんか、何なんだろう。いや、だから、本当に金曜日に、騎士の試練来なかったらマジでやばいです。環境激変です。超お得な育成、ワンチャンですよ。ワンチャン、金曜日に忘れた、忘れてた、いっけね忘れてたって言って、超お得な育成と基地の試練が並ぶワンチャンですね。以前、この消費還元の時に、横がバーってあった時と同じような感じで、2つね、なんかアイコンが並ぶのワンチャンですけど、私多分騎士の試練しか来ないかなって思ってます。はい。多分ね、超お得な育成1回スキップな気がするんだよな。多分騎士の試練が来ると思うな。はい。なんというかシャロン、その意味ではもしかしたら今週超お得な育成の可能性もあって、シャロン出てリワードゲットしたよね、ドラゴンアンロックしたよね、育てたいのは今でしょ、みたいな、そういうパターン。ドラゴンを、育てさせるタイミングのために、超お得な育成を1週間ずらしたみたいなね。いや、まあ、それなら騎士の試練よこせよっていう気がするんですけど。はい。ちょっとね、一応ワンチャンあるかなとは思ってます。はい。両方来るのに期待してますが、どうなるかな。超お得な育成絶対スキップされそうな気がする。月見さん、今やってる製造スピードアップはスルーですよね。この消費還元イベントの製造スピードアップですね。はい、これはですね、なんだっけ、素材の余り具合次第かなとは思います。素材の集まり具合次第。はい、私はドラゴンの鱗が死ぬほど欲しいので、もしかしたら、あとちょっとだけ集まればっていう状況であれば、ここのたかだか10の素材の袋シルクロード 8% を求めて、もしかしたらやるかもしれないです。はい。製造スピードアップやるかもしれないです。で、まあその時には、そのドラゴンの鱗を使わないやつですね。アケメネスセットの中でも、このブーツと、胸は、ドラゴンの鱗使わないので、こっちはね、皮がたくさん余ってれば、まあ、作ってもいいかな、みたいに思ってますね。うわ、りょうさんありがとうございます。バイキング出てた。話に夢中だった。ありがとうございます。助かります。めちゃくちゃ助かる。ありがとうございます。りょうさんありがとうございます。はい、もうなんか4分前に喋ったことを忘れてました。はい、バイキング出てました。ありがとうございます。バイキング出席できた。よかった。助かりました。そう、ですね、このね、実績
実績の討伐実績の討伐にあるじゃないですか、バイキングチャレンジのやつ。このね、アイスブレーカー1人目の逃す率。これ34、36、35。このね、1人目逃すんですよ。本当に。まったく。いやー、よかった。いやー、ありがとうございます。りょうさん、助かりました。本当にありがとうございました。バチクソ忘れてました。11時過ぎてました。そうなんですよね。なんか、これを忘れるから、この配信画面にね、時計を入れたんですよ。時計に今、皆さんで真ん中の下に映ってると思うんです。23時5分って。はい。私、実際はYouTube の画面見てないから、こう入れたのあんまり意味ねえなっていうどちらかっていうと皆さんに気づいていただくための時計になってるなっていう感じがします。ありがとうございます。よかったです。はい、バイキング参加できました。久しぶりにアイスブレーカーを殴ることができます。そう、アイスブレーカーをね、殴るじゃないですか。アイスブレーカーを殴って、アイスブレーカーが落とす素材の袋チューも欲しいの。素材の袋チューが欲しいよ。どこで鳴ってる？どこで戦闘が行われてる？ここだ。わーい、わーい。あ、素材の袋出てない。素材の袋出てない。スピードアップもらいに行こう。はい。出てませんでした。きっと2番目からかもしれません。やばい長くなる話をすると、この同じミスを犯すんで、軽い話題から。真珠ね、真珠スケール、頑張りましたということで、先週ね、話題出したんですけど、1日42個手に入るということで、私、ね、ちょっと毎日マックスは取れなかったんですけど、真珠スケールね、集めることができましたと。はい。で、この真珠スケールを集めるためにですね、はい、もう久しぶりにレベル4、レベル3、レベル5、この宝箱をゲットするの久しぶりですね。バーブ攻略のついでとか、あと世界の端に行って、こういうそのノーマルボスモンスターをね、たくさん殴りまして、それで真珠スケールをね、なんとかかき集めることに成功しました。はい、もう、大変でした。もまさかね、カーニバルイベント以外で世界の端に行くことになるとはと思いましたね。はい、もうね、宝箱、貯めとく必要もないので、宝箱ね、ちょっと開けまくろうと思います。はい、ちなみにですね、先々週かな、願いのコイン交換し忘れちゃったから、次は気をつけようって言ったんですけど、なんかありますね。ちょっとよくわかんないよくわかんないですね。富山さん、黄金コインも、貴族コインですかね？はい、そうですね。貴族コインもですね、世界の端に行くのが楽です。これですね。今、貴族金貨がゲットできるんですけど、貴族金貨って、レベル書かれてないんですよ。ナイトコインってレベル13以上っていう書かれ方していて、低レベルだと確率で出るんですけど、貴族金貨は結構高い確率で、低レベルのタイルからでも出るんで、なんていうか、1日10個確実に取りたい方は、もう世界の端に行って、1分とかで、ね、レベル1のタイルはクリアできますんで、そこで回収すると、集まると思います。ということで、毎日ね、100個貴族金貨集まるので、しっかり集めましょうと。で、このね、貴族金貨、文明ルーレットのイベントって上限、天井がちゃんとあるので、20回スピンすると、このかけらじ銭箱、この制服の、かけらじ銭箱が確実に2個手に入るんですよ。なので、絶対にね、なんていうか、3日間開催で300個コインが集まるはずなので、確実に、2個は手に入るっていうイベントになってます。なのでね、忘れずにやりましょう。
さらに言うと、1回目無料なので、毎日やりましょうと。で、1回目、半額もあるので、これもやりましょうと。で、さらに、1日1回ね、10回引く、本来は100コインのところ、70個で回せるので、これも、ね、忘れずに毎日やるといいですね。はい、ということで、そうなんです。こういうコイン系、最終で手に入る系のやつは、こういうね、よく世界の橋って言ってるんですけど、こういう世界の端に行くと、もうね、これ1とか2がわんさかあるんで、こういう1とか2を、高速資源採集すると、パレードマスクとかコインが集まるのでおすすめです。今回の貴族金貨もそんな感じで集めることが可能です。はい。ね、ちょっとなんか、願いのコイン毎回余らすのほんと良くないよね。さあ、素材が欲しいので、ひたすら、開けていこうと思います。富山さん、貴族金貨イベントでなんとか文明装備集めたいです。作れないけど。K33 にする必要がK33 にする必要がありますが、私ね、貴族金貨のイベントで、1個だけね、このテーベのレッグアーマーを交換することができましたね。はい、しっかり、集めてると、あれなんですよ、ルーレットは、なんていうか、騎士の、なんだっけ、昨日までやってたナイトコインのルーレットとは違って、なんかちゃんと当たるんですよ。ちゃんと当たるんで、思ったより、かけらの交換できます。30個集まります。はい。はい、このテーベのレッグワーマーをね、なんとか交換することができたので、皆さん、ちゃんと地道にやること大事です。あ、素材出たわーい。ショーでも取っちゃおう。かすみさん、毎日ちゃんとやると、どうしても5枚余るのもやもやする。いや、そうわかります。そう、75、75、75ってくるんで、絶対に端数余るんですよね。なんか、あの5枚きれいに使わせてくれよってめちゃくちゃわかります。お、レベル15の農場が終わって、貴族金貨増えてる。やった、グランドチーフ。わーい、わーい。やった、出ることができた。今週はなんとか参加できた。素材箱も手に入った。嬉しい。はい、あとなんだっけ、これ。あ、これはね、これはもう後で喋んなきゃいけない。いやもう、いいか。イベント振り返りもしながらやっていこう。はい、先週の配信見てくださった方は、ちょっともしかしたらね、覚えてるかもしれないんですけど、祈りのセレブレーションってイベントがあったじゃないですか。なんか前半後半みたいな感じで分かれていて、前半に引いた数だけ後半の当たりやすさがグレードアップするよみたいな。はい。イベントのコインはきっと回さない方がいいかもしれませんよって言った答え合わせをね、しようと思ってわざわざ開けずに取っときました。はい。かさん、わかる。だから資源地10個攻めない。いや、そうなんですよね。なんていうか別に、10個取らなくても、5個ミスっていいんですよ。3日間全部10じゃなくて5個は別に余ってもいいから、通常の資源採集のサイクルで別になんか、満たす時がありますよねはい、この祈りのギフトボックス、前回の祈りのセレブレーションのイベントで、くじをね、引かないと、この祈りのギフトボックスに変わりましたと。はい、これね、お気づきになりますかね。祈りのギフトボックス、すべてのアイテムがもらえるんですよ。素材の袋50やばくないですか？ドラゴンの結晶300やばくないですか？魂の結晶や M 年の角笛はそんなに、キルイベントのね、サーバーだったら魂の結晶めっちゃ使うかもしれないんですけど、うちは今、幸い NAP、NAP のサーバーなので使わなくて、離脱兵もね、なんかそんなわざわざ角笛を使う機会ってあんまないですけど、
素材の袋50、これやばいですよね。はい。祈りのセレブレーションで、なんていうか、資源1メガゲットするより、素材の袋50ゲットできる方が美味しいだろうっていうね、あのイベント何なんだって思っちゃうんですけど、はい。ということで、祈りのギフトボックスね、次回もイベントが来たら、ちょっと、これがいいかもしれないですよって言おうかなと思うのですが、はい。ということで、祈りのギフトボックス、これを待っていたんだ、私は。はい。素材の袋シルクロード2850、やったぜ。ドラゴンの結晶もね、集めたかったんで。はい。そう、これ、そう、確かね、こうなるだろうなと思ってたんで、そう、先週言ったんですね。もしかしたらね、運良かったらかけら集まるかもしれないんですけど、かけらゲットするより実利を取った方がいいかなというところで、はい。おかしいですよね。なかなか素材の袋ってゲットできないはずなのに50をもらえるんですよ。ね、そう、富山さん、大塩さん、意味不明ですよね、これ。はい、次回は来た時は、本当に気をつけていただきたい。多分、大概のプレイヤーはこっちの方が得する。はい、あと、シャロンの宝箱来てましたね。これ負けよう。ちょっと宝箱開け祭りをしてきます。はい、ちょっと素材を確認したくて。かすみさん、ガチャって将軍エキスポ当たるより100倍良い。そうなんですよ。そう、あれね、外れの将軍エキスポ入れんの、本当にいい加減やめてほしいですよね。ちょっと、外れにも程があるんですよ。はい。もう本当ね、祈りのセレブレーションもう二度と引かないなっていうこんな結果が出てしまったので。はい。でもね、こう、ね、ネガキャンみたいになっちゃうのあんまり良くないですけれども。いや、ネガキャンじゃなくて、ちゃんと改善してほしい。まして。わからん殺しでしかない。はい。ガチャより実利を取る方が、無課金プレイヤーとしては実利を取るのがいいと思います。ということで、はい。次回もね、イベントが来た時にはちょっと、注意喚起絶対しようと思いました。はい。もうちょっと今はね、もう過ぎてしまったことなので、次回また、言わせていただきます。ダメです。祈りのセレブレーション引いちゃダメです。あ、やった、5K ジェム当たった。はーい。さあ、これね、その素材がね、どれぐらい集まったのか、ヒドラは今イベント開催中だからやめよう。そう、ちょっとね、貯めて待ってたんですよ。このタイミングでね、どれだけドラゴンの裏子を作れそうなのか、アケメネスセットはどれほど作れるのか、この2週間の努力、どうなるのかをちょっと、はい、全く動きのない、映像で申し訳ないですが、なかなかね、そう、賢者の石もね、手に入るから、ゴーレムもいいですよね。賢者の石130、もうたかが130だけど嬉しい。普通に嬉しい。で、ついに、猫ちゃんも開封しようと思います。レベル5の猫ちゃんを見てみたい。910、GO! ちょうど半分ぐらいになる。レベル3。半分より下回る。レベル4、10。頼む頼むはい、今回もレベル5を引けなかったということで、残念でございます。レベル5になると、なんかシルクロードとか確かね、出てくるんですよね。レベル5、本当に入ってるんですかはい、昨日までの騎士の旅のやつですね。で、満足ですね。今回も、500メガまでポイント貯めることができましたということで、ゴールドさん。はい。あとなんかね、キル数ランキングパッケージ11から50位ってなっていて、これ本当に毎回よくわかんないんですよね。これなんかね、皆さんご存知の方がいたら、ちょっと教えてほしいんだけど、何をもってキル数なんだろう。これは、あれなのかな蛮族を倒した数とか入ってるんですかね。ちょっと舞台余らすのもったいないから。
宝石に出しとこう。キル数ランキングを見ても全くね、理解ができないんですよね。この個人キル数、先週のランキング1000外、先週のキル数0ってなっていて、で、今週21。これってことだよね。でも、今週別に、なんていうか、別にキルイベントとかじゃないので、人とは倒してないので、これ、なんだろう、蛮族をたくさん倒した人なのかな。でも、蛮族だったら、別の方が上になってる気もするので、でも、デュークさんが上ってことは、きっとあれなんだな、SVS のやつが遅れて反映されるのかな。なんかね、すごい、いつもね、キル数パッケージ意味がわからないんですよね。はい。まあ、ただ、もらえるものはね、嬉しいんでもらいますということで、開けていく。はい。そう、ちょっとね、資源が今、かなり減ってしまっていて、今日まで、資源の消費還元イベントだったじゃないですか。前回の資源の消費還元イベントがスピードアップと同時に来たので、かなり頑張って、全種類 10B 消費やったんですね。で、その次に当たる、資源の消費還元イベントで、さすがに全部 10B は大変だったので、元からね、木材と米、食料だけに、絞って、採集とかもするようにしていたので、なんとかね、食料と木だけ、10B 達成して、鉄と鉱石は 5B 達成みたいな感じになったんですけど、やっぱね、なかなか、なんというか、その 10B 達成が大変だったので、資源がね、枯渇してきたなというのもあって、今、これを開けたらどれぐらいになるのかなっていうのをね、ちょっと、貯めてたやつをちょっと一気にやろうかなと。かすみさん、軍隊の招集の5日目のミッションでたまにランクインしたりしますね。敵兵倒す30万人とかのやつですね。そうあれ、うちは同盟のイベントとして、メイシさんが、やってくれているので、ありがたくクリアさせてもらってるんですけれども、確かに、あれをクリアするとなると、もらえるんですね。はい。やっとこさ、いろいろ宝箱を開きまして、さあ、ここ。いやー、シルクロード4678、嬉しい。こんなに貯めたの、初めてな気がする。ちょっと開けてきます。ドラゴンの鱗がどれぐらい出るか。ドラゴンの鱗377。まあ、真ん中ぐらい。全然、いいです。みんな同じスコアなので若干面白いですよ。なるほど。キルイベないとみんな同じスコアになるのか。確かに面白い。そっか、確かにあれもポイントになるんですね。そう、なんかキル数のやつがなんかいまいち、なんていうか、そもそも表記もよくわからなくて、いまいちランキングがよくわからないなみたいになってましたが。はい、ゴリゴリ開けてますが、ドラゴンの鱗、まあまあ出てるな、嬉しいな。なんかいつもなんかドラゴンの鱗って、なんか出んの少ない印象だったんですけど、今回なんかちゃんと出てる気がする。嬉しい。はい、これで全部を開けました。では、ドラゴンの鱗
頼むよ、頼むよ。170、170、いや、まあ、130でいい。130いかなそう。いや、ギリギリか。130はいきそうな気がすんな。いかねえな。いかない !119! なりませんでした。いや、足らないけど、あと11か。あとドラゴンの鱗11で、ワンチャンあるので、はい。さっきね、月見さんから質問いただいて、なんだっけ、スルーしますよねっていう話があったと思うんですけれども、スルーしなくなりましたね、今。はい。私は、ワンチャンにかけることになりましたね、今。はい。川かな。川も合成する必要ある。川もね、ちょっとね、ブーツと胸を、アケメネス作るために革が必要なんですよ。で、革が、ね、118あるんでしょ。これなら作れるわ。全然大丈夫、全然大丈夫。はい。素材合成の、ランキングを狙うことよりも、ドラゴンの鱗が、ゲットできる可能性にかけたいので、はい。私は、製造のスピードアップやりますということで、はい。このね、この素材箱、ラージと、シルクロード、はい、ここからドラゴンの鱗が出ることを願って、製造でやっていこうと思います。ここアップグレードじゃん。はい、このブーツかな、ブーツと胸があと合計3つ必要なんですよね。はい。このアルミニウスの分の2つが必要なのと、あとは、なんだっけ、なんか最近ゲットしたやつ。あ、いた。なんか頭悪いやつ。こいつ。アレクサンドル・ネフスキーさん。はい、この人足だけ持ってるんで、この胸と、胸とブーツのセットということで、この3つかな、この3つはもう作りますね。月見さん、さすがジャルさんです。よく考えられてるな。いや、ありがとう。いや、せせこましいだけです。なんとかね、なんとか少ない努力で最大限の利益を、ゲットできるように。少ない努力とは、なんか言い切れない気はしますけれども。はい、ということで、ゴールドのね、300M ももう余裕で達成できる予定なので、ここでのシルクロード15も手に入りますし、罠のスピードアップもね、これを見越してちゃんと今作っているので、マックスになるまで作る予定です。で、もういざとなったらね、こういうね、3とか作るじゃないですか。訓練スピードアップ選ぶじゃないですか。8時間とか使うじゃないですかって、こういうね、貴族プレイをすると、この消費還元イベント、これはね、簡単達成できるんで、はい、この100を達成して、この10個もゲットしていこうかなと思いますということで、はい。はい、罠のスピードアップより、このドラゴンの鱗の方が重要ですということで、はい。この取捨選択でやっていこうかなと。で、さっき、ドラゴンの鱗130必要ですよって言ったんですけれども、あれ多分正しくなくて、実は、多分ね、あと1個あれば大丈夫なんですよ。なぜかっていうと、そう、製造のイベントが金曜日から来るんですけど、製造のイベントって還元でレベル7次戦箱が手に入るんですよね。あれが多分10回は交換できたと思うので、レベル7のドラゴンの鱗を10個絶対選ぶんですよね。はい。ということで、10個ゲットできること確定しているので、もう130、アケメネスセット、1セット、集まることはもう確定したかなっていう感じです。はい。あわよくばね、170集めたいので、まあちょっとね、努力は継続しようかなと。ということで、一応ね、見込み上、属州都市5人かな
節分の続集都市はアケミネスセット完璧に揃えられそうですね。はい、といったことで、もう本当はね、もう一声欲しかったんだけれども、まあ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 十分でしょう。はい、そのところで、一応ね、サーバー戦争の準備結構できてきたかなという感じで、まあまあ、なかなかね、アケミネスセット全部揃えるのは大変なので、今このタイミングでね、狙っていこうかなというところです。はい。てなわけで、あとは、まあ、なんかイベント周りのところを最後にお話しして終了しようかなというところです。今週はね、ずっとお話をしている通り、サーバー戦争の、週ですということで、皆さんね、頑張っていきましょうの対決も5日間ですね、違うやつが来ると思いますので、はい、全部ね、狙える限りの、リワードをゲットできて、していくと良いかなというところですと。で、今週からね、コンスタとガウガメラが復活していて、コンスタはオールスター戦の、予選、アルティメットワーの帯がついているので、オールスター戦の予選になってますということで、オールスターのね、ランキングを目指される方は、コンスタをガチっていきましょうというところでありますと。はい。あとはね、同盟ボスですね。常設になった同盟ボスは今日と明日の2日間です。あ、同盟ボスのやつもアイコン作ろうと思ったのに作るの忘れていた。はい。同盟ボス忘れずにね、殴りましょうということで。まあ、同盟ボスはね、なんというか、なんだっけ、いろんなバフみたいなのついてるんですけど、結局、騎兵で殴るのが楽かなと思うので、ガンガンね、騎兵で殴って、このリワードをゲットしましょうと。個人リワード 3M 殴ることで、ここでもね、素材手に入りますし、みんな大好き賢者の石も手に入りますし、当然の3500ジェムですね。はい、必ずみんな 3M 達成して、何回でもね、チャレンジできるんで、スタミナさえ消費すれば何回でも殴れるんで、ここは確実にゲットしていきましょうっていうのと合わせて、このね、同盟のリワード、これが、忘れちゃいがちなったりするので、これもね、忘れず取りましょうと。はい、ここでもシルクロードゲット、やったー、嬉しい。はい、シルクロードね、いろんなところでゲットできるんで。あ、マチルダさん、こんばんは。コメントありがとうございます。はい、私も先週ね、アンロックしたいって言ってたライチョウアンロックしました。経験値が足りません。はい、この経験値が全然足らないのを本当にどうにかしてほしいと思います。先週のおさらい。本当にこの経験値ね、ちょっといかれてる。はい。で、あとなんだっけ、このね、火、水、木の、いつものね、短期間イベント、長期イベントの狭間のイベントですね。今回は自由の和紙ということで、はい、まあ、自由の和紙、ここね、なんか、毎回なんかいろいろ名前変わるんですけど、まあ、結局貿易イベントですかね。このクエストを達成して、コインをゲットして、この引き換えをね、引き換えでリワードをもらいましょうというものになってますということで、これもね、いつも通り、今回も変わらずですね、島津義弘を交換しなければ全てのリワードが手に入りますというイベントになってます。これがね、いつも通り美味しいリワードがいっぱいなので、あ、私もう交換しちゃっていた。はい、しっかりね、全リワードゲットしましょうという感じですと。富山さん、将軍経験値が真珠経験値ならいいのに。なんていうか、エキスポ10分の1とかになってもいいから変換させてほしいですよね。そのままだと多分商売上がったりになっちゃうから、もうそのままとは言わないんで、変換させてほしいです。将軍エキスポいらないから。もうある程度ね、言ったら将軍エキスポってもう、なんだ、属州都市殴ったレベリングでゲットするようになるんで、
ね、将軍エキスポもうちょっと時代遅れなんでやめてよって思っちゃうんですけど。まあまあまあ。はい。ということで、もう一つのイベントですね。これ、いつもの毎日クエストのやつです。これもね、毎日忘れずにやりましょうということで、将軍の強化。今回はね、強化の、ターンですね。将軍の強化を150回すると、もらえますということで、ここでももらえるじゃん。わーい、素材いっぱいゲット。はい。で、あとは装備の強化ですね。この装備をね、150回強化するの大変なんですけど、はい、おすすめは、青い装備です。強化石を1しか使わないやつを150回強化すると簡単に達成できます。はい、ドラゴンの強化もね、はい、10回。ここもちょっとジェムかかるんですけれども、素材が欲しい方はね、おすすめです。はい、私は素材が欲しいです。月見さん、他サーバーへのテレポートアイテムが何かに交換できればいいのに。そう、サーバー戦争のためにね、たまるあれですよね。アイテム、ものによってはめちゃくちゃ余りますよね。はい、私もこのサーバー戦争の転移の巻65もありますし、これ、転移の巻366もあるんですけど、こんなの使ったことないんですけど、これいつ使うんだろう何の時に使うんだろう。同盟転移の巻なんか1円持ってるけど、これ何に使うんだはい、なんかね、こういうのありますよね。はい、なんか、有効活用する仕組みがね、できてほしいですね。だいぶそのなんかゲームと進むとなんていうか意味のないアイテムとかが出てくるので、そういうのをごちゃ混ぜにね、してランダムに変換するっていうのがね、出てくるゲームもあったり、過去そういうのありましたけど、そういうの末期なので難しいところではありますね。はい、毎日クエストはせずにやりましょうっていうのと、あとは劇特イベントですね。はい、これも毎日、王の対決のクリアと、あとは、活躍度145で、手に入る、毎日11手に入りますということで、はい、今回ね、ラインナップが変更されていますが、はい、エドワード・ティーチさんとかね、めちゃくちゃ強いと思うんで、ただね、エドワード・ティーチ強えって言った後にね、イケメソと美女がね、出てきたんで、クレスとパラスでしたっけまあ、なんか、なんか、すごいおじいちゃんに変わっちゃったやつもいますけれども、はい。なんかもしかしたら片落ちなのかわからないですが、普通に強い将軍だと思いますんでね、黒ひげも使ってあげてもらえるといいのかなと思います。月見さん、スピーカーが交換できるようになったのが良かった。スピーカー私スピーカーって持ってんのかななんかスピーカーってありますよね。なんか全体に AC チャットで強制通知させるやつですよね。あ、これだ。ほんとだ、これ交換できる。知らなかった。236もあるわ。分解しよう。これ何に変わるんですか資源箱見に。これね。これね、エッグのハンマーと同じですね。これ交換できるんですね。知らなかったです。ありがとうございます。はい。まあまあ、使わないで溜まるよりはスズメの涙でも絶対あった方がいいですね。素晴らしい。知らなかったです。ありがとうございます。交換できたんだ。はいはい。で、あとはなんだっけ。消費還元イベント。はい。これもいつも通りです。今回は製造と罠ですね。はい。製造は、素材はね、貴重なのでご利用は計画的にというところです。はい。私は川とかを生贄に捧げて、ドラゴンの鱗が出ることを期待しています。はい。で、戦術研究は計36以上なので1回スルーして、あとは、文明ルーレットですね。これ、これも配信の途中でお話ししたんですけども、1日3回はね、1日3回、1日12回分はお得に引けるので、毎日忘れずに引きましょうっていうのと、しっかりね、毎日100個回収ができるので、毎日100個回収して、このスピンリワードですね、これ天井がちゃんとありますんで、20回スピンは、もう無課金、課金かけなく絶対みんなやれるはずなので、この20回スピンをね、して、この
かけらじ銭箱、宝箱、制服をしっかり集めていきましょうと。はい、このルーレットはね、このルーレットの出目は甘めなので、私は制服当たったこともあるし、王権も当たったことがありますと。まあ、王権がね、当たるのはもう本当に、稀です。ただ、こっちの制服は結構当たってくれるので、しっかりね、回しましょうと。はい、王権はね、過去私3回だけ当たったことがあります。はい。ちなみに30個集めないと意味がないので、はいって感じなんですけど、はい、これ1年やって3個ですね。はい。1年じゃないんだよな。多分最初の方ね、このイベントについて全然分かってなかったので、多分やってないんですよね。なので、多分半年ぐらいで3個。なので、はい。あと半年が10回必要らしいですね。ちょっとよくわかんないです。ただね、こっちの、はい、かけらじ戦宝箱、制服の方ですね。この制服王権の違いは、装備のね、左側か右側か。制服は、頭、腰、指輪。右側の、装備が、手に入るようになっているので、こっちはね、私1回交換にしたにもかかわらず、もう6個集まってるので、こっちね、集めやすいんですよ。はい、こっちね、しっかり、集めていきましょうという感じです。はい、そんなところかな。そんなところかな。はい。一通りね、喋りたいことは喋ったような気がします。バフがね、まだ心もとないところがあるので、ギリギリまでね、上げられるやつあげようかなと思っています。そうだ。そう、バフの話しようと思っていた。ですね、話したかったの2つあります。激特イベント。このマーク、激特イベントのマークあるじゃないですか。これ昨日おかしくなかったですか？昨日ヘレンちゃんになってませんでした？で、今日の昼だっけ？昨日だっけかな？なんか、イベントリセット前ね、ヘレンになってたと思うんですよ。で、そして、リセットしたらまたいつものね、マークに変わってたんですけど、ね、月見さんなってましたよね。はい。最近っていうかちょいちょいやりますけど、なんかイベントのおもらしじゃないかなと思ってまして、またね、あの、アイテムゲットできるやつが金曜日に来るんじゃないかなって推測をしています。こいつ。ラ・マンチャ騎士の鎧のかけらですかね。はい。私はもうすでに2人アンロックしたので、残りラ・マンチャ騎士のかけら使って、ドゥルシネーアを解禁するのみなんですけども、この、また集めるイベントがね、来るんじゃないかな、なんちゃらの招待状をゲットするイベントがまた来るんじゃないかなと思ってます。かすみさん、最近開いたら玉になってるやつだ。そう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 。これね、多分、本来は、その時間が決まったら画面に出る。なので、今週の金曜日になったら、アイコンに変わって、この、魂の伴侶をアンロックするためのイベントが始まるんじゃないかな、みたいな気がしてます。かむいさん、王権たまる気がしないです。はい、私もしないです。なんか、たまに当たるけど、こんなんスズメの涙だよって思ってます。もうちょっとバランスをちょっと調整してほしいですよね。はい。で、そうそうそう。で、この魂の伴侶のイベントがまた来るんじゃないかなというところで、ドゥルシネアですかね。そう、彼女がね、すごく、強いんですよ。騎兵の T1 防御とかをね、騎兵防御の的にはとても強いので、アンロックしたいなと思ってるんですけれども、これちょっとね、待ちですね。おそらく、おもらしは、これが来る、なんつうんですかね、前兆のイベントかな、みたいな気がしてます。はい。で、そう、バフの話忘れてました。そう、親密度。ちょうどサーバー戦争のタイミングと合うように、うまくね、調整をしてましたということで、今ね、皆さん、テンパイ状態ですね、ほぼ。
はい、ヘレンさんが次レベル16になる予定で、レベル16になると、都市内での攻撃力が、25%から5%から33%、8%火力上がりますということで、これは多分、えっと、自然のポイントではいかないので、アイテムを使うかなと思ってます。これギリギリのところの判断でアイテムを使おうかなって思ってます。一応ね、アイテム全部使えば上がるだろうと思ってるんですけども、他の2人との兼ね合いで、そう、これ見てます。で、次。プリンセスシシーですね。プリンセスシシーもあとちょっとでレベル5になります。で、こっちはおそらく自然体で、日々のね、触れ合いで、お触りできっと上がるんじゃないかなと思ってまして、こっちはね、アンロックレベル5ということで、この駐屯射撃兵と工場兵器の防御力と HP が上がるという風になってますと。まあ、ただね、本当はこの王座上の女王、その、ね、命の源で復活する、1個で復活するやつが増える、これがね、アンロックしたかったんですけど、これね、多分無理です。今あるアイテム全部と費やしたら無理だなと思っていて、まあ、これ5に、ね、なるところを待つって感じですね。で、もう一人、アリアドネ。アリアドネもね、多分ね、自然体で行くかどうかなんか微妙な、なんかちゃんとね、数字覚えてないんでざっくりなんですけど、でもこのアイテムもあればね、押し込めるかなというところで、こいつもね、親密度6にして、この敵の射撃兵と工場兵器の防御力の、デバフをゲットできそうだなというところで、一応ですね、駆け込みで、バフの追加、魂の伴侶にあるバフと、アケメネス装備を増やすことによるバフっていったデバフかなっていうところを、上げられるかなと思っています。はい。そんなところで、ね、ですね、一応、いろいろやってきて準備万端ということで、本当はね、本当は、ライチョウレベル10にする、もしくは、キュービの狐アンロックするとか、キュービの狐かケイロンアンロックできたらよかったんですけど、ちょっとそこまではね、さすがにいけなかったですね。はい。とはいえ、最低限の準備は整ったと思いますので、今週末のね、サーバー戦争はちょっと頑張って、今週末からですかね。今週末からは、サーバー戦争頑張っていきたいなと。特にね、今回のサーバー戦争は次の次の月曜日が祝日ですので、状況によっては徹夜も辞さないというね。いや、やだな、徹夜したくねえな。はい、ポイント状況で、ポイント状況を見て頑張っていこうかなというところです。はい。あとはね、もしかしたらちょっとサーバー戦争中は、サーバー戦争中の夜かな。また深夜とかの遅い時間になっちゃうかもしれないんですけど、ララさんのところにお邪魔して、ちょっと話ししながら、サーバー戦争をちょっとやれたらなとも思ったりしていたり、なんなり、ラジバンダリということで。はい。そんなところでですね、今の状況。はい。おかしいですよね。戦争ゲームにもかかわらず、自分の、育ってる状況とか戦力とかをフルオープンしていくスタイル。もしね、サーバー1032さんの方が見てらっしゃったら、ちょっとお手柔らかにお願いします。はい、見なかったことに。でもね、日本人の方でたまたまね、このサーバーの方が見てるってなかなかないかなと思ってるんで、絶対大丈夫だと思うんですけど、はい。でも、もしね、仮に見てらっしゃったら、ちょっと見なかったことにしていただいて、はい、いざ尋常に勝負ということで、土曜日からよろしくお願いします。はい、そんなところで、時間もね、ちょうどいいかなというところで、ばらさないで、もうばらしまくりですね。ほぼほぼフルオープンしちゃってる。ほぼほぼ、まあね。本当は、この辺の蛮族でこういう結果だったぜみたいな話をしようかなと思ったけど、あんまりバフ値綺麗に見せるのもあれかと思って、一応ね、スルーはしますが。あ、ミノタウルスでスチンジュースケール取ってたよみたいな、そんなログを夏が残してた。やめよう。あ、報告忘れていた。マヤの刑事のイベントは無事、今回も1位になることができました。はい、カエサル美味しいです。私のモンハンはカエサル君に決めたになりました。
はい、そんなところで、今日は、いつもよりね、早いですが、いつもより早いじゃなくて、いつもが長すぎるので、今日はね、ちょうどいい感じで終われるかなと思います。一通りね、話したいことも話せたので、今日の配信はこれにて終了しようと思います。来週ね、サーバー戦争の振り返り配信を、また同じく火曜日の10時からやっていきたいかなと思いますので、よかったらね、エボニープレイのお供に、暇つぶしにご覧いただけたらと思います。はい。といったことで、この4ヶ月ぐらいかな、準備かけてきた、はい、サーバー戦争の準備やっと整いましたので、はい、今回から、サーバー戦争にね、しっかり参加していこうと思います。というところで、今日の配信はこれにて終了します。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。またね、来週も配信していきますので、よかったら、チャンネル登録や高評価をして、また来週の配信をお待ちいただけたらと思います。ということで、本日もありがとうございました。皆さんありがとうございます。おつじゃる様でした。また来週お会いしましょう。さようなら。